こんにちは、オズ D です。今回は燃料を無限に作ることができる無限燃料製造装置の作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロックなどの素材は燃えるものを使用しないので、お好みの素材をご使用いただいても大丈夫です。今回は6台分で作成しておりますので、拡張したい場合は材料数をプラスしてくださいね。アイテム数には数え間違いなどもございますので、あくまでも目安として参考にしてくださいね。ではまず装置を作成するにあたっての注意点を軽く説明しておきます。今回の装置を作成する際には、このように必ずチャンクの中に収まるように作成してください。そうしないと砂が抜け落ちたりなどの不具合の原因になる場合があります。また装置から離れる場合やゲームを終了する場合は、必ず装置の電源をオフにしておきましょう。これも先ほど同様に、砂が抜け落ちたりなどの不具合につながるので注意してください。ではそれらを踏まえた上で、作り方へ移りたいと思います。今回の装置は縦8マス×横8マスの範囲で作成します。まず最初にブロックを縦方向に、T 字になるように設置しておきましょう。真ん中のこの部分を一つ壊して、正面側からリピーターを設置しておきます。正面側のこの部分に、トーチを一つ設置しておきます。背面側から2マスに、レッドストーンダストを設置しておきます。正面のこの部分にレバーを設置して、レバーを下げて点滅を停止しておきましょう。背面に設置したレッドストーンダストの横部分に、それぞれ6つずつブロックを設置しておきます。正面のトーチの横にも同じように、ブロックを6つ設置しておきましょう。一番背面のブロックの上部分に、レッドストーンダストを設置しておきます。レッドストーンダストの前に、正面側を向くように粘着ピストンを設置しておきます。正面側のブロックの上とピストンの伸びた部分に、それぞれ砂を設置しておきます。上に設置している砂の周りを囲うようにして、ぐるっと一周ブロックを設置しておきましょう。正面のブロックから1マス開けたこの箇所から、横方向に6マスで穴を掘っていきます。今掘った6マスの手前部分に、今度は4マスで穴を掘っておきます。4マスの穴の中に、ラージチェストを2つ設置します。チェストに接続するようにして、しゃがみながらホッパーを4つ設置します。両サイドのホッパーに接続するように、それぞれしゃがみながらホッパーを設置します。ホッパーの上にそれぞれしゃがみながら、燻製器を6つ設置しておきます。燻製器の背面側にしゃがみながら、それぞれホッパーを設置しておきます。今設置したホッパーの上に、ラージチェストを3つ設置しておきます。燻製器の上に接続するように、しゃがみながらホッパーを設置しておきます。今設置したホッパーの上に、しゃがみながらラージチェストを3つ設置します。チェストの後ろに接続するように、しゃがみながらホッパーを6つ設置しておきます。今設置したホッパーの上にしゃがみながら、それぞれボタンを6つ設置しておきます。ホッパーの後ろのブロック部分以外のブロックに、追加でもう1段ずつブロックを設置しておきます。両サイドのブロックの上には、それぞれ高さ2段で追加でブロックを設置しておきます。背面のブロックの上には、正面を向くようにピストンを設置します。ピストンの上にはブロックを設置します。今設置したブロックの前に、逆さまで階段を6つ設置します。階段の前にはブロックを6つ設置しておきます。今設置したブロックの下に、それぞれボタンを設置しておきます。階段部分を狙って、それぞれに水を流していきましょう。それぞれの砂の上に昆布を設置しておきましょう。背面側のこの部分にトーチを設置します。トーチの上にブロックを設置します。ブロックの上にトーチを設置しておきます。トーチの上にブロックを設置しておきます。
ブロックの上にトーチを設置しておきます。ピストンの下部分に、ブロックを6つ設置します。今設置したブロックの上に、レッドストーンダストを設置しておきます。最後に装置右端のこの部分には、自由ですが見た目でブロックを設置します。これで装置自体は完成となります。使用する際にはまず最初に、乾燥昆布がある程度できるまでに必要な燃料を、このホッパーの間から奥のチェストに、ある程度入れていってください。全部の燻製機に燃料が入ったら、レバーを上げて装置を動かしましょう。そうすると昆布が各燻製機に送られて、乾燥昆布を作り始めてくれます。これである程度乾燥昆布ができるまで待ちましょう。ある程度待ったら下のチェストに、乾燥昆布が入っていると思うのでそれを回収して、作業台を使って9マスすべてに乾燥昆布を設置することで、乾燥昆布ブロックになります。乾燥昆布ブロックは燃料としても使用できるので、ある程度確保できたら次からはこれを燃料にします。乾燥昆布ブロック1個で昆布を焼いたら、20個の乾燥昆布を作ることができます。乾燥昆布ブロック1個で2個のブロックを作れるので、単純に約1個ずつほど増え続けてくれることになります。あとは作った乾燥昆布ブロックを、奥のチェストに入れていけば燃料いらずで、ずっと乾燥昆布ブロックを作ることができます。また乾燥昆布ブロックは燻製機で収縮した、肉屋のレベルを4にしておくことで、乾燥昆布ブロック10個で、エメラルドと交換してくれるようになります。無限に作れる乾燥昆布ブロックなので、エメラルドが実質無限に入手可能です。燃料にも使えてエメラルドにもなるので、作りすぎても使い道には困りません。いかがでしたでしょうか？今回は素材なしで燃料を無限に作れて、村人交易でエメラルドにも交換できる、無限燃料製造装置の作り方のご紹介でした。しっかり注意点さえ守って作れば、不具合も少ない装置なので、よかったら参考にして作ってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。